はい、皆さんこんにちは。今回はジャパンカップ用の5連のマシン。前回、とりあえずね、用意しとかないと、やりますよってなった時に出れないから、作っておこう。ということでね、今回はね、フロントバンパーの方作りました。こんな感じですね。それで、今回のジャパンカップ、どうやら乾燥するのが難しいらしいんですよ。なのでね、とにかく、早い遅いよりも乾燥するマシンっていうのを目指して作っていきたいと思います。それで考えたのが、一軸アンカーのこのいなしですよね。いなしの可動域。これがいいんじゃないのかなと思って、このフロントバンパーにしたんですよね。ということでね、作り方をご紹介していきたいと思います。まずは一旦バラバラにしてみました。今回作ったね、フロント周り、本当にね、細かな加工と微調整、難しかったです。ちょっとね、分かりづらい部分あるかもしれないんですが、ぜひね、参考にしていただければなと思います。ということで、まずはじめにやったのがバンパーカット。これはね、フロントバンパーが出来上がってから、それに合わせてカットしてもいいんですが、僕はね、こう、パーツを一応当てがりながら、このラインで合わせていこうっていう感じで今回やりました。カットラインの方は620ベアリング。今回はポム製のものを使いましたが、そちらをガイドにして、バツッとね、バンパーの方をカットしていきました。このベースプレートも難しかったです。使ったのはリアブレーキステー。こちらを使って、まずはじめにやったのが、アンカーの支柱が通る穴を開けていきました。ガイドに使ったのが、リアマルチ。これをこんな感じで合わせて、矢印の部分、リアマルチの真ん中穴6個開いている部分の上の3つの真ん中の部分ですね。ここをガイドに穴開けをしました。その後は、その穴を 4mm の穴に拡張していきます。拡張が終わったら、こんな感じのビットで、ぐるぐると、こういう風に削って、穴の形状をすり鉢状にしました。この後をやったのが、リアブレーキステーのこの下の部分ですね。ここをね、カットしました。だいたいね、こんな感じでカットしてるんですけれども、ちょうどこの部分に合わせてカットしてあります。こんな感じですね。裏から見るとこんな感じになります。この次は、ここの両サイドの部分をカットしました。カットラインはこんな感じで斜めにカットしていきます。そうすると、こういった感じですね。ここの部分が残るんですが、この残った部分をリアブレーキステーに貼っていくので、ここはね、慎重にまっすぐカットしていただけたらなと思います。これがうまくいかないと、またね、違うプレートとかでこういったパーツをね、作らなきゃいけないので、ここはしっかりまっすぐカットしていただけたらなと思います。その後は、今回はね、スラダンの蓋、純正のものを反対にして取り付けるので、この蓋のこの部分ですね、このバネが入る突起した部分、これを逃がすために、ちょうどいい塩梅のところで穴を開けました。これはね、合わせると分かりやすいんですが、こんな感じになります。ちょうどこの穴3つところを目安にこういう風に上にカットしていった感じですね。ここに関してはね、この蓋の出っ張りが入れば問題ないです。次はキャッチャーを上に貼り付けて穴を開けた部分だったり取り付けるところ、今回で言うとこの部分、今サラビス加工しているところですね。ここの部分とかの穴をキャッチャーに開けていきました。これはね、もう僕の場合は貼り付けてカットしていきましたね。アンカーの支柱が通るところ、ここの形状も先ほどのリューターのビットを使ってグイーンって回してすり鉢状にしてあります。これはね、稼働がね、スムーズになるように加工してあります。キャッチャーを使ったのもね、同じ理由ですね。稼働がスムーズになるように使いました。一番難しかったのがこのブレーキステー。使ったのはリアブレーキステーなんですけれども、まずね、失敗しないように2枚接着する前に1枚で加工していきました。最初にやったのは、このアンカーのベースプレートを作った際に出たこの両サイドの
上の部分のここの端材ですよね。これをリアブレーキステーに貼っていきます。アンカーのベースプレートの端材は、これが乗った時に左右にね、動かないようにするためですね。これのためにここに貼り付けてあります。この接着が終わった後に2枚目のブレーキステーを貼り合わせて、その後にここ見えますかね、ちょっと銀色に輝いているこの部分、これはビスを埋め込んであります。適当なところに 1.7mm の穴を開けて 2mm のタップでネジ切りをしてビスを埋め込んで綺麗にカットして整えてあります。これをやる理由が、接着だけだと結構こういうの剥がれるんですよ。万が一接着剤が剥がれたとしてもビスで止まっているので取れるっていうことはないかなっていう感じですね。これをやることによって強度を上げてみました。本当はね、2箇所やった方がいいと思うので、おいおいね、ちょっとこの辺とかに同じような加工をしてみたいと思います。このネジの埋め込みが終わった後に、僕はね、ここ斜めブレーキにしました。この辺のね、加工が終わった後、シャーシに合わせて、この不要な部分、この部分をカットして、ブレーキステーの完成となります。いや、本当にね、大変でしたね、これに関しては。アンカーのベースプレートとブレーキステーの加工に比べればめちゃくちゃね、これはね、楽です。使ったのはフロントのマルチ。これなんですけれども、スラダンのこれに合わせるとき、真ん中にね、こうやってね、ぴったり合わせようとすると、実はね、穴がないんですよ。ちょうどいいところに穴がないので、新規に穴を開けました。ただ、これに関してはガイドがね、いい感じのがなかったので、こんな感じでね、マスキングテープでおおよその穴位置を決めて、一旦 1.7mm とか 1.5mm とかでもいいんですけど、小さな穴を開けます。あとは、うまくね、収まるように、こんな感じの、100均のね、ダイヤモンドヤスリなんですが、丸ヤスリっていうんですか、これを使って少しずつ穴を広げていきました。ただ微妙にね、こう、穴位置がね、左右にずれてしまうので、それをね、こう、うまい具合修正しながらね、穴を拡張して、この位置ですね。ここと、この部分に穴を開けました。ちょっとね、見てわかる通りに、少しね、横長になってたりとか、これだけ見ると、ちょっと汚いね、穴なんですけれども、ロックナットでね、隠れてしまうので、とりあえずね、うまくつけれるようになったからいいかなと思います。もうスライドダンパーに関しては、グレードアップパーツに出ているカーボンのプレート、これをフロント用ですね、使って、今回ね、この蓋をね、反対側で使うので、こんな感じですよね。で、一応ね、セッティングとかはね、まだ全くね、していないので、ハードのバネを入れておきます。で、これが蓋ですね。こんな感じ。このね、蓋に合わせてスラダンのプラスチックの蓋は加工してあります。こんな感じでね。で、これを取り付けていくと、こういう風になってくるんですが、このアンカーのベースプレート、これを取り付けて、ビスを通すとこんな感じですね。ここに提灯を取り付けていくので、長めのビスにしてあります。この 2mm のオーリングを入れて、ロックナットを逆さで取り付けていきます。オーリングを入れることでね、緩み止め防止ですね。スラダンね、ガタガタやっぱしてしまうので、こういうのがあると緩み止め防止になるかなと思って入れてあります。取り付けるとこんな感じですね。純正のスラダンの蓋、ここね、ピョンってね、出てる、なんかよくわかんない突起があるんですが、その部分も、こう、シャーシにね、干渉してしまうので、カットしてあります。この辺はね、干渉するところは削ったりして、調整の方をしていただけたらなと思います。組み立てたこの部分を、今度、ブレーキステーに取り付けていくんですけども、こんな感じですね。こ
これ微妙にね作るの大変だったキャップスクリューをサラビス加工したものですね。さらにねちょっとここわかりますかね、ここのねところも斜めに削れてるんですよ。これはブレーキステーが斜めに削ってあるんで、これに合わせて斜めにしてあります。なので、ね、ここがねずれちゃうとねまたブレーキのね当たり方とかも変わるので、ちょっとねこの辺難しいんですが、入れ込んでみるとこんな感じですね。でぴったりな状態になっています。このブレーキステーのところもサラビス加工して取り付けられるようにしてあります。このキャップスクリューを使ってまず通して、キノコ状のスタビ、アンカーのもう定番ですね。これは極力ちっちゃくしたかったのでこんな感じで薄くしてあります。元々のやつがこれ比べてみるとこんな感じですね。半分近く削ってあります。この部品を入れて、なんとなくね黒のスプリングちょっとね長さがね長かったんで少しカットしてあります。これを入れてロックナットで固定していきます。これもね反対側にして取り付けていきます。取り付けるとこんな感じですね。裏から見るとこんな感じになっています。これがねぐるぐる回るとねここもね動いてしまうので、網手とかでね動きにくくとりあえずしておきます。シャーシに取り付けました。動きはねアンカーのこのいなしの動き、そしてスラダンのこの動き、提灯と連動のこのスラストがかかる動きですね。こんな感じになっています。ただアンカー自体は先ほど押さえのねプレート入れましたので、ここはねほんとちょっと動くぐらいですね。あとスラストも今ね少しだけスラスト入れてるんですが、そんなに抜けないです。この壁の部分にスラダンの純正の方の蓋、これがね当たって止まるようになっています。もしかするとねこの辺摩耗してきたりするとアッパースラストになってしまうということはありえるかなと思うので、もしねそういう風になってきたらまた対策の方をしたいと思います。ということで今回はフロントのアンカースラダン作ってみました。フロントアンカー自体すごい気になって一回は作ってみたいなっていうのがあったんですよね。で今回のジャパンカップ乾燥するのが難しいということなんで、なるべくね乾燥率が高いマシン作りができないかなと思ってそれを目標にしています。特にねレーンチェンジ、ムササビチェンジャーの下の部分ですよね。あそこのチェンジするところでこういったねいなしの機能がね効果をね発揮してくれればなと思うんですよ。そもそもなんかシャーシ半分ぐらいまでね飛ぶっていう話もあるんで、これぐらいじゃね対策にならないのかなっていう部分があるんですが、物は試しなんでねとりあえずね作ってこいつで走らせてみたいと思います。今回はこんな感じで終わりにしたいと思います。まだねタイヤ系どんぐらいにしようかとか他のところの構成も考えていないので、シャーシのね段上げとかもしてないです。タイヤ系はね多分23とかねそのあたりにしようかなと思ってるんですよ。リアもね一応一軸のアンカースラダンにしようかなと思ってるんですよね。もうとにかくねいなしまくるみたいな、遅くてもいいから俺はコースから出ずに完走する、そういったね意気込みのマシンを作っていきたいと思いますので、このシリーズも引き続き見ていただけたらありがたいなと思います。それでは最後まで見ていただきありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、そしてチャンネル登録もしていただけたらありがたいなと思います。